自衛隊の充足率を大きく改善することは無理な気がします。どうも、エースです。今回なんですが、自衛隊の丸刈り推奨廃止は意味がないというテーマでお話しします。2024年1月18日、自衛隊の人的基盤強化に関する有識者検討会にて、自衛官の人材確保策の一環として、新入隊員の頭髪基準を令和6年4月から緩和し、男性については原則丸刈りとするルールを廃止すると明らかにしました。また自衛隊が新しい施策を出してきましたね。現在の自衛隊では定員およそ24万7000人と定められているのですが、実際には2023年3月の時点で22万7000人程度で2万人の定員割れとなっています。充足率改善のために2023年5月には自衛官候補生のみタトゥーを OK にするかなど検討もされていましたが、今回は髪型についてかつすでに決定事項となっているようです。今回はこの自衛隊の丸刈り推奨廃止についてどのぐらい自衛隊の採用に影響があるのか、私の見解をお伝えします。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。自衛隊の髪型規則なのですが、服務関連規則の規定では男性は男性を胸とし、耳、眉や襟にかからない長さ、女性は前髪は目にかからないものとし、束ねることで襟や肩にかからない程度の長さとなっています。その他にも陸海空それぞれで頭髪に関する細部基準があり、陸上自衛隊の場合だと髪が防護マスクの着用を阻害しないことも条件にありますが、今回規則の緩和対象となった新隊員については教育部隊ごとに髪型の基準を定めており、男性は丸刈り、女性は結ぶ必要のないくらいのショートヘアなどを推奨としていて、今後は男性はスポーツ刈りを基準とし、女性は肩にかからないよう一つにまとめるなどと緩和し統一するとのことなんですね。この教育部隊ごとというのが結構くせ者で、年代や地域によって規則がまちまちになります。例えば私はその昔にあった陸曹候補士という区分で入隊したのですが、私がいた教育隊では男性新隊員は丸刈り、または前髪が少し残る程度のスポーツ刈りが OK で、丸刈りが必ずしも強いられるというのはなかったです。しかし結局丸刈りもスポーツ刈りもあまり変わらないし、散髪代ももったいないしで、最終的にはみんな丸刈りにしてましたけどね。ちなみに新隊員以外でも丸刈りなのかというと、そうではないんですね。新隊員の教育3ヶ月から6ヶ月が終わると、基本的には服務関連規則の規定通りになります。なので男性隊員は必ずしも刈り上げたスポーツ刈りにする必要もなく、もちろん丸刈りを強いられるというのはなかったです。女性隊員でもロングヘアな人もいたりします。しかし一部の部隊、特に私が知る限りだと第一空挺団や水陸機動団の隊員などは比較的短く刈り上げた髪型をする隊員が多かったです。髪型の緩和で入隊者は増えるのかなのですが、私の意見は大きくトレンドを変えるほどは増えないと思います。基準を明確にして統一するというのは賛成ですし、ある程度髪型に自由を与えるのは教育を進めていく上で問題ないのであれば、入隊希望者の幅を広げるため OK だと思います。特に女性隊員の場合だとロングヘアに戻すまで数年かかってしまうため、自衛隊に興味はあるけど任期で退職する前提の方などだと髪を理由に入隊を躊躇する方もいたかと思います。男性隊員の場合だともちろん入隊してから丸刈りを推奨されて嫌だからやめますって言った人もいたとは思いますけどね。データがないので憶測でしか言えませんが、丸刈りがどうこうというのは入隊の増減に大きく影響を与えていないと私は思っています。というのも丸刈りが嫌な人ってそもそもスポーツ刈りレベルの単発も嫌なのではとも思うのと、結局のところ新隊員前期から後期までの3ヶ月から6ヶ月ほどの髪型が緩和されたところで、新隊員教育が終わった後も完全自由な髪型ではないんですよね。また前述したように第一空挺団とか水陸機動団に行けば任務の特性や部隊の方針もあって丸刈りに近い髪型というのが必須になる場合もあります。どうすれば入隊者を増やせるかなのですが、個人的には金銭的な待遇を大きく改善することが必要かと思います。髪型やタトゥー、プライバシーなど緩和改善は必要だと思うのですが、大きく充足率を上げるのであれば人気の職業にしないといけないんですよね。
今までの自衛隊はやりがいという部分を前面に出して PR していましたが、このやりがいというのは報酬以外の社会貢献のことを言っていることが多かったと思いますが、近年の新卒中途採用市場を見ると、やりがいイコール社会貢献と報酬がついてくることが多くなってきています。やった分だけ、成果が出た分だけ金銭報酬が入る。そして社会のためになる仕事をしている。これホワイトカラー、ブルーカラー関係なくなんですよね。自衛隊の場合だといろいろなものを犠牲にして働いています。公務員という職なので収入の安定や充実した福利厚生というのはあるのですが、それでも平均的な数値になります。大企業と比べると見劣りする部分も全然ありますよね。自衛隊は民間企業と比べると時間、住居、家族、プライバシー、社会情勢、早期定年など様々な犠牲やリスクもあるのですが、得られる金銭報酬というのが平均なんですね。社会に貢献できる仕事ではあるけど、集団生活、体力的にもきつい、危険、任務優先、定年しても再就職が必要、けど給料は平均的。これ、職業選択としては結構弱いですよね。なので個人的には犠牲やリスクに対してもっと金銭報酬を与えることによって、きついしいろいろあるけどお金はいいというのが今後自衛隊が充足率を上げる上で必要なものになってくるかと思います。なので基本給の引き上げ、各種手当の引き上げ、任期満了金の引き上げ、年金額の引き上げなど社会に貢献できる仕事でいろいろと犠牲やリスクもあるけど、高給取りで早期退職しても再就職の必要がないくらいの資産形成が可能、サポートがあるというのが自衛隊を人気職業にして充足率を上げる手立てになると思います。ただこれらをしようとすると良くも悪くも政治的なしがらみがあるため実現するのは難しいと思うのですが、正直小手先で表面的な改善ばかりしても少子高齢化で入隊対象者の母数が減っているこの時代、自衛隊の充足率を大きく改善することは無理な気がします。今回は自衛隊の丸刈り推奨廃止は意味がないというテーマでお話ししたのですが、大きくトレンドを変えるほど影響がないというのが私の意見です。自衛隊では近年入隊条件を緩和したり、 PR にタレントやインフルエンサーを使ったり、各部隊が SNS を積極的に使ったりなどいろいろと新しいことをしているのは間違いなく、さらに地震、台風、豪雨、大雪などの災害派遣、他国での任務などで活躍しており、クローズアップもされています。そんな自衛隊なのになぜ充足率が低いのか。これは仕事に対するやりがいの基準が変わったからだと思うんですよね。私自身は自衛隊をめちゃくちゃ応援してますし、自衛隊、国の方々にはこの時代の流れに乗って課題を解決してほしいと願っています。他にもこんな意見もあるよっていう方がいれば、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて上級終了です。